イン。おー、じわじわ言ってる、じわじわ言ってる。こんにちは、アジーンです。今回はこちらの機械を使ってミニチュア DIY に挑戦していきたいと思います。最近回した新商品のガチャガチャの中で一押しの業務用厨房機器マスコット、こちらのガスフライヤー B を使って今回もミニチュア DIY に挑戦していきたいと思います。こちらね、もう本当に使える。前回はこちらのガスフライヤー B と炒め機を使って鬼滅の刃の伊之助をテーマにした天丼スライムに挑戦しました。この中でミニチュアスクイーズを揚げました。今回はね、フライドポテト揚げたいと思っています。今日発売のマクドナルドの月見バーガーにまつわるメニューを今回は作っていきます。まずはこちら Amazon のスライムキットに入っていた粘土スライムなんですが、粘土スライムなのかな、これは。触り心地はダイソーのもちっと伸びる粘土のような軽量樹脂粘土っぽい触り心地なんですが、一応粘土スライムということでこちらを薄く細かくカットしてフライヤーで揚げていきたいと思います。この粘土をフライドポテトに見立てます。ちょうどね、色がいいなと思ったので今回はこちらを使っていきたいと思います。さあ、まずは粘土を丸めて薄く伸ばしていきます。プレス。よし。おー、なんかね、お月様みたい。月見バーガー的なね。でこちらを歯ブラシでトントンと叩いて質感をつけていきます。角もね、この辺りもつけちゃおう。なるべくね、薄い方がいいのでトントンと。でこちらをハサミでカットしていきます。ここからね、またさらに微調整をねしていきます。最終仕上げ。これだとちょっとまだ形がいびつなのでしっかりと細く、ちょっとこのね先も整えていきます。粘土だからね、めっちゃやりにくいわ。軽量樹脂粘土なのでちょっとね作業がしづらいですね。柔らかい。さらにトントンと叩いていきます。すごい地道な作業。すごい地道。ポテトがカットできました。こちらに重曹をまぶしていきます。すごい細かい。この箸もガチャガチャです。でこちらのお皿は以前視聴者様からいただいたガチャガチャのお皿です。もうなんか全てが細かい。全体に重曹をまぶします。たっぷりねつけた方がジュワーっていくと思うので、できたものはこっちに移そうかな。細かい。意外と取れますね。第2弾細かい。もう箸がね持てない。これなんかじゃがりこもいけそう。この感じだとじゃがりこも上がりそうですね。よし、たっぷりと重曹をつけるといいかな。なんかもうこのまま完成みたいな感じになっちゃってますが、ここからね揚げていきます。もうすんごいやりにくい。めちゃくちゃやりにくいです。マックのポテトがね期間限定でエビの天ぷら味のシャカシャカポテトになるみたいです。やばーい。すごい美味しそう。よっしゃ、下準備が3秒ルール123 OK。 はい、下準備終わりました。こちらにお水とアクリル絵の具のイエローをほんの少し垂らしてしっかりと混ぜました。アクリル絵の具を薄めたお水が入ってます。さあ、こちら揚げていきます。イン。おー、じわじわ言ってる。じわじわ言ってる。じわ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 。さあ、しっかりと油を切ってよいしょ。出ない。出ない。やばい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 ぞ。よいしょ。上がりました。ちょっとほぐしましょう。ポテト完成しました。続きまして
ちらもスライムキットに入っていた紫色のクリアスライムと粘土スライムを使ってマックフィズ作っていきたいと思います。巨峰味のマックフィズが出るそうです。これ溶けてないかな、大丈夫かな、ちょっと心配。この夏の暑さでね、スライムが溶けそうなんですよね。あ、これは意外と大丈夫そうかな。おお、この子は大丈夫そうです。よかった。結構なんかね、水分が出ちゃっているものもあって、こちらがおお、粘土スライム、すごいことなってる。音がいい。あ、ちょっと溶けてるかな。ちょっとなんかダラダラですね。やばいやばい、ちょっとダラダラ。一番下に粘土スライムを敷き詰めます。結構ね、写真はここ黒いですね。もうちょっとね、濃い紫かな。ここまで鮮やかじゃない感じで黒くした方がいいのかな。そしてクリアスライムを入れます。クリアスライムはね、いい感じいい感じ。わあ先ほどの箸で、ここにクラッシュストーン、超ミニチュアのクラッシュストーンを氷に見立てていきます。これもちょっと中に入れたりしよう。ちょっと埋まってる感じにします。実際はここにね、黄色いシールが貼ってある。シールじゃないか、違う違うよ、模様。これね、満月の模様なのかな。満月のね、模様っぽいものがついてる。そっか、私は黄色い丸いシールを貼ればいいんだ。そうだそうだ、家にあったかな。マックフィズ完成しました。ラスト、こちらの以前ゲットしたガチャガチャのハンバーガースクイーズを月見バーガーにリメイクしていきたいと思います。結構これはね、ボリューミーなんですけど、中身を減らしてここに卵を入れていきたいと思います。こういうのは簡単にね、外れると思うんですよね。ネジとかヒートンねネジじゃない、ヒートンです。この辺りの接着剤も外していきます。このトマトのね、色を変えてあげれば月見バーガーになると思うんですよね。トマトを白色にして、できればね、このレタスの部分はベーコンに変えたいです。パーツを全て分解しました。今回は濃厚ふわとろ月見を作りたいと思います。ポテトに使った粘土スライム、こちらを少しだけ濃く着色して卵をつけていきます。この周りに卵がついているので、ちょうどね、粘土があったので、これを貼り付けたいと思います。しかもここ白いしね、この白いところを隠そうと思います。粘土を貼り付けたら、爪楊枝を使って質感をつけていきます。デコボコさせます。こんな感じでね、このキワキワにね、卵が乗ってます。全体に卵がつきました。この上にチーズをのせます。チーズも写真はもっと濃かったので、こちら着色します。で、この上にトマトをのせます。ただ月見バーガーにトマトはないので、こちらも白く着色してリメイクします。ハンバーガーは全て色を塗り替えただけになるんですが、月見バーガーにリメイクしてみました。全部アクリル絵の具で塗っただけです。皆さんもぜひリメイクしてみてください。トマトを白く着色、チーズはちょっと濃いめに色をつけました。で、ここベーコンは2枚ついていたチーズを細長く切ってピンクと白で着色しただけになってます。これはもうね、動画外でバーっとやっちゃいました。最初は撮ってたんだけどで、ここに盛り付けて先ほどのマックフィズ、そして今回のメインのフライドポテトです。今回はガチャガチャの業務用厨房機器マスコットのガスフライヤーを使って新商品の月見バーガーセットをミニチュアで作ってみました。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の横にあるベルボタンをプッシュして全ての通知を受け取るにしていただくと最新動画の通知が届くようになります。アジーン TV のゲームチャンネルにも
ぜひ遊びに来てください。